皆様こんにちは、ちゃちゃまるママです。今日はチンのお話ですが、パグ、ペキニーズ、シーズ、フレンチブルドッグなど担当種と暮らす方にもぜひ知っていただきたい内容です。トリミングから帰ってきたちゃちゃまるの目が真っ赤になっていました。疲れたのかな、ストレスかな、私もそう思っていました。でも本当の原因はシャンプー剤だった可能性があります。今日はその理由をお話しします。実は私自身も美容院へ行くたびにカラーではジンマシンが出て、シャンプーの後には頭皮に湿疹ができていました。体質だから仕方がないと思っていました。ところが自分で選んだシャンプーを持ち込んでからは頭皮の湿疹が出なくなりました。原因は一つではなく、使われる成分によって反応が違うことを実感したのです。その時気づいたのです。犬も人間も同じだったのだと。今日はチンという犬種がなぜシャンプー剤の影響を受けやすいのか、そしてちゃちゃまるが実践しているケアをお伝えします。第1章、チンが特にリスクが高い5つの理由。チンは小型犬の中でも特にシャンプー剤の影響を受けやすい犬種です。その理由は5つあります。1、担当種で呼吸器が繊細。チンはパグやフレンチブルドッグと同じ担当種です。鼻腔が狭く、呼吸器全体がデリケートな構造をしています。シャンプーの合成香料や揮発成分を吸い込むと逆くしゃみや咳として反応が出やすいのです。2、目が大きく突出している。犬の眼球の大きさはどの犬種もほぼ同じです。ところが眼球を収める眼窩、目を支える骨の深さは犬種によって全く違います。担当種は眼窩が浅いため、眼球がやや外側に突き出した状態になっています。これによって瞬きをしても目の中央まで涙が届きにくくなります。眼球の表面が乾燥しやすく、外からの刺激をもろに受けてしまうのです。3、長くて豊かな皮毛。チンの美しい皮毛はシャンプー剤の成分を奥まで吸収し、残留させやすい特徴があります。皮膚に長時間シャンプー成分が触れ続けることになります。また乾かすのに時間がかかるため、ドライヤーの熱にさらされる時間も長くなります。4、顔のひだに汚れ、湿気がたまりやすい。チンの愛らしい顔のひだは湿気や汚れがたまりやすい構造でもあります。シャンプー剤がひだの奥に残ると雑菌が繁殖しやすくなり、皮膚トラブルや目の周りの炎症につながることがあります。5、小型犬として皮膚がデリケート。小型犬は体重あたりの皮膚面積が大きく、成分の影響を受けやすい傾向があります。チンはもともと皮膚が薄くデリケートなため、刺激の強い成分への反応が出やすい犬種と言えます。この5つすべてが重なる犬種、それがチンです。第2章、トリミングで起きるダブルパンチ。トリミングにはシャンプーとドライヤーという2つの工程があります。この2つが重なることで、チンの目には特に大きな負担がかかります。まず、シャンプーについてです。眼球の表面には涙が作る保護膜があります。脂質層、水分層、無鎮層という3層構造で外からの刺激から目を守っています。シャンプーに含まれる合成界面活性剤はこの保護膜を洗い流してしまいます。眼下の浅いチンは瞬きで補える涙の量がもともと少ないため、一度失われた保護膜がなかなか回復しないのです。次にドライヤーです。保護膜が失われた状態で熱風にさらされます。眼球の乾燥がさらに進み、充血、炎症へとつながります。シャンプーがアレルギー犬用だから安心とは限りません。私もアレルギー犬用と書かれたシャンプーを選びました。しかし、ちゃちゃまるに使ったところ、逆くしゃみと目の充血が見られました。例えば、オートミール配合のシャンプーは、穀物にアレルギーがある犬ではかえって合わない場合があります。アレルギー用という表示だけで判断するのではなく、成分表を確認し、その子に合うものを選ぶことが大切です。第3章、避けたい成分4つ。では、具体的に何を避ければいいのでしょうか。合成界面活性剤、ラウリル硫酸ナトリウム、
ラウレス硫酸ナトリウムなど、皮膚バリアに影響を与え、乾燥や刺激を招くことがあります。バリア機能が低下すると、細菌やアレルゲンなどの刺激を受けやすくなると考えられています。その結果、皮膚トラブルの一因になることがあります。合成香料、人工香料。犬の嗅覚は人間の数千倍です。トリミング後にいい匂いがするほど、犬にとっては強烈な刺激になっている可能性があります。逆くしゃみは鼻や喉への刺激のサインの一つです。パラベン、合成防腐剤。敏感肌の犬に皮膚刺激やアレルギー反応を引き起こすことがあります。かゆみ、炎症、発赤の原因になりやすく、アトピー性皮膚炎の素因がある犬種では症状を悪化させる恐れがあります。合成着色料。見た目をきれいにするためだけの成分で、犬には全く必要ありません。不要なリスクを避けるため、無着色のものを選びましょう。アミノ酸系、界面活性剤、無香料、防腐剤フリーのものを選んだ方が良いでしょう。第4章、ちゃちゃまるの今のケア。現在、ちゃちゃまるのシャンプーはシャンプー剤を使わず、お湯洗いのみ、プラス非バ湯仕上げにしています。お湯だけで汚れが落ちるのと思われるかもしれません。実は完全手作り食の犬は体臭やベタつきがほとんどありません。市販フードを食べていた先代の犬たちは毎週シャンプーが必要でしたが、ちゃちゃまるは普段はお湯でお尻周りを洗い、数ヶ月に一度お湯で全身洗いで十分です。それでも匂いがしないと皆さんに驚かれます。毎週シャンプーが必要なほどの皮脂や体臭、それ自体が実は食事内容のサインかもしれません。トリミングに出す場合はトリマーさんに事前に相談することをお勧めします。担当種なので目の周りにシャンプー剤がかからないようにしてください。できればお湯洗いのみでお願いできますか？ドライヤーの風を目に直接当てないでください。こうしたお願いを聞いてくれるトリマーさんを選ぶことも愛犬の健康を守る大切な選択です。まとめです。トリミング後にこんなサインが出ていたら見逃さないでください。目が充血している、目をしきりにこすっている、前足で触っている、逆くしゃみが増えた、帰ってきたら元気がない、目を細めている。これは慣れない場所でのストレスだけではありません。シャンプー成分への反応である可能性があります。チンは担当種。芽が出やすい構造を持ち、皮毛が豊かで顔にひだがあり、皮膚がデリケートな小型犬です。5つの理由が重なる犬種だからこそ、ケアの選択がとても大切です。今回はチンを例にお話ししましたが、担当種の子たちにも共通する部分があります。皆さんの愛犬のケアを見直すきっかけになれば嬉しいです。詳しくはブログにまとめています。概要欄のリンクからご覧ください。この動画の内容は一般的な情報提供を目的としています。愛犬の症状が続く場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。またお会いしましょう。